このビデオではリーディングのストラテジーをね詳しくお話しします。これを知らないとどのレベル N4、N3、N2 どのレベルでもリーディングの問題が弱いままになってしまうんですね。なので最後までね、最後のビデオまで、しっかり見てください。まず1つ目は JLPT の読解の問題、特に N3 以上になると2つから4つの文法を1つのセンテンスで使うことが多いんですね。だから読んでいて分からなくなることが多いんですよ。N5 ぐらいまでだと1つの文法、例えば行きたいですとか行きたくないです、これだけで済むんですけど N4 以上になると、例えば一つの文法のネガティブ、行きたいだったら行きたいですじゃなくて行きたくなかったと言っていましたとか、2つとか3つの文法を使って1つのセンテンスをリーディングセクションに入れていることが多いんですね。だからコンジュゲーション、あなたの先生もコンジュゲーション大事ですよって言ってると思うんですけど、やっぱりコンジュゲーションも理解 しないと文章が読めない、そういう問題が出ることが上のレベルになると多く、出てきます。例えばこれね、出かけたくなくなった、これ結構会話でも日本人よく使いますけど、このセンテンスの意味がわからないと N4 の読解は難しいかもしれません。これを一つずつ見ていきます。まずは一つ目は出かけるという動詞が使われていますね。そして出かけたくなくなったの出かけたくなくのこの部分はたいのネガティブ、たいのネガティブ、したい、したくないの文法です。これ2個目。なくなったは、さらにこのないはコンジュゲーションが E アジェクティブと同じなんですね。E アジェクティブのくプラスなるで変化を表すよっていう文法を勉強したと思います。それがここに使われています。で、さらにたなのでのパストテンス、出かけたくなくなった発音も難しいと思いますけど、こういうセンテンスが JLPT の N4 以上だと多くなるんですね。だからこの文章を見たときに出かけたくな、これはこの2つね、ないホームだ、出かけたいのないホームだと。でそしてくなっただからくなるのパストテンスだと分かるのが一番いいです、ね、でもなかなか難しいでしょう。初めて見たら絶対分からなくなると分からないと思います、ね、でもこういういくつかの文法を一緒に使ったものを試験の問題で出すんですよっていうのが分かると、テストの問題とか、勉強するときにね役に立ちます。一番使いやすい、もし私がねテストを作る場合に長い文法をね2つか4つ使ったときにね、ちょっとあなたを困らせるような文章を作るときにどんな文法を使うか、それをね大体紹介しますね。どれでもありますよね。動詞、いい形容詞、な形容詞、
そして名詞、全部内ホームはあるのでネガティブは使いやすいですね。そしてパストテンス、パストテンスの他、これも使いやすいですね。アジェクティブ、イーアジェクティブ、ナーアジェクティブ、そして動詞、名詞、これも全部あるのでこれも使いやすいですね。そしてテホーム、このテホームだけじゃなくてテホームを使ったセンテンスパターンが結構あるんですよ。 N5、N4 でね勉強すると思います。例えばしてください、してもいいですか、してはいけません、もうこれだけで3つありますし、それがね使いやすいですね。なのでテホーム、これももちろんテホームも、内形ありますよね。テホームのアファメイティブとネガティブ、してください、しないでください、この3つはまあ基本的に使いやすい文章として私がね死刑を作るときに、使いやすいと思うんですね。まずこの3つはもう絶対にどの動詞でも覚えてないとかなり難しいでしょうね、はい、そして N4 でもこの単位はね文章で使いやすいと思います。 N5 で勉強するね、文法ですけど、これがねなんでテストの人が使いやすいかっていうと、バーブ動詞と一緒になって、英語で言ったら want to do になりますよね。勉強したい、日本に行きたい、これコンジュゲーションは E アジェクティブなんですね。 E 形容詞、コンジュゲーションはね E 形容詞になるんですよ。そこをね間違える人も多いのと、それがちょっとこう困らせるのにちょうどいいんですね例えばしたいですなんですね。したいますじゃないんですよ。これはテストにはかなりいい使いやすいです。だからこの対の、パストテンスとかネガティブパストとかはもうちゃんと覚えててください、はい、そしてショートホーム、他の教科書で言うと普通形とか、言いますけどね、ショートホーム、例えば行きますはマスホームです。バーブの行く、みんなの日本語では辞書形とかね、ディクショナリーホームと言いますけど、元気ではショートホームというのでね、ショートホームとか、プレインホームとか、ノーマルホームとか、その教科書によって違う言い方が違うので、ちょっとテストには使いやすい、なんでかっていうとちゃんとそれを知らないと答えられないからっていうのがやっぱりあると思いますね、でショートホームはテホームと一緒で、ショートホームを使ってセンテンスパターンを作る言葉表現が結構やっぱ多いんですね。特に N3 以上になると本当に多いです、だからショートホームはテストでは出しやすいですね。文章を読んだ時にこれはショートホームだなと分かれば何かのセンテンスパターンなので、ちょっとはヒントにはなりやすいと思うんですね。どちらにしてもこのショートホームはもちろん、アファメイティブとネガティブ、そしてパストとパストのネガティブ、この4つはもう覚えてくださいね。はい、そして他の文法でやっぱり覚えてほしいのは受け身、刺激、可能、この3つはコンジュゲーションも難しいですし、やっぱり N4 の最後の方で勉強する文法なので、あんまり覚えてない学生が多いっていうのも多分ありますし、受け身とか刺激を使うと話す人の視点を変えることができるんですね。それ違うビデオでね話しますけど、誰が誰にとかね、それを変えることができるので、
テストとしては作りやすい、使いやすい文法になっています。そして最後の方で勉強するので、あまり練習しないでテストを受けようとする学生が多いのでね、もしあなたがあんまり受け身刺激可能、それから敬語とかがちょっと分かってないなという時は、ちょっとリーディングの問題をやるときにこの3つちょっと勉強するだけでもね、ちょっとだけリーディングの点数良くなると思います。でいろいろなね、読解問題のテキストとか、実際に日本人が書いているブログの、センテンス文章をね、見てどれだけの文法が普段使われているのかっていうのをね、ちょっと画面でね見ていきたいと思います。はい、じゃあね、いくつか文章をね見ていきます。これですね。どうしようと思って困っていた時、この文章を見ると、まずはここですね。これが、引用ですね。レポートセンテンスになってますよね。それをと思います、何々と思いますの定型を使って、困っていた時、困っていたはているの多形ですね。そして今度は時、これは過去形プラス時ですね。過去形プラス時で、今話している場所、それよりも前のことですね。何々した時、話しているよりも前のことを言う時に、何々していた時、過去形プラス時を使っています。なのでここではレポートセンテンスと思いますているね、そして過去形プラス時を使って、このセンテンスの一つでも文法がもう4つぐらい使われているということが分かると思います。そして今度は、私も山田さんみたいに困っている人に親切にしようと思いました。これはまず一つ目ですね。山田さんみたいに、これ何々みたいにの動詞を説明する形でね使っています。山田さんみたいには、ちなみにこの親切にしようをね修飾していますの親切にするのところをね、説明しています。山田さんが困っているのではないですね。じゃないですね。でこれが1番ですね。動詞を説明する形、で困っている人、これまた定型ですね。クオリファイドナウンですよね。人を困っていると説明してますね。どんな人か説明している、困っている、ね、これもているの形使ってますね。それから今度はこれが2項目、これは今度はしようの移行形ですね。元気だったらボリショナルフォームと言うんですけどね、教科書によって言い方が変わるかもしれないんで移行形と書いておきますですね。でまたさらにここと思いますで、たですのでと思いますの過去形を使っていますよね。の過去形と思いますの過去形と思いました使っていると。1、2、ね、ここでもう3、4と、これで4つこのセンテンスの中に4つの文法が使われていると。
はい、そして今度はこのセンテンスです。ロボット掃除機は落ちないで行ったり来たりして廊下をきれいに掃除しました。ロボット掃除機は落ちないで、これ内の手形ですね。内形の手形ですね。動詞の内形の手形。ね、行ったり来たりして、ね、これたりたりするの手形ですね。して廊下をきれいに掃除しました。これまたきれいには動詞を説明する形ですね。掃除した、ね、きれいに、きれいに掃除しました。3と、ね、まあ3つこの文章の中には3つありますけど、手形も入れるともうちょっと増えますけどね。やっぱり手形ですね。内形の手形とか何かの手形は、文章を長くすることができるので、結構これもテストのセンテンスには使いやすいですね。そして次のセンテンス。朝会員の人たちが来る前に運動するための機械が正しく動くかどうかのチェックをします。まず会員の人たちが来る前になのでね、この前に、を使っています。そして運動するための、何々するためのね、何々するためありますね。それののをつけて名詞の接続コネクションしてますね。ここだから機械マシーンですね。運動するための機械ですね。でそして今度は正しく動くかどうか、ね、これ疑問文の挿入ですね。そしてプラスのを入れてこのチェックを説明していると。正しく動くかどうかのチェックをします。これ結構難しい文法だと思いますけど、3つこのセンテンスの中にももう3つ使っていますね。はいね、たくさんいろんなグラマーを使っている文がねやっぱりいっぱいあったと思います。この次のビデオではねやっぱりね長い文章を読むときに、動詞をどうすればいいのか